こんにちは皆さん。今日は私たちの愛すべき柴犬についてお話しします。彼らの小さな尻尾の秘密、抜け毛の嵐、表情豊かな顔、小さな体でビッグな吠え声など、知れば知るほど愛おしくなる特性満載です。それでは早速始めましょう。小さな尻尾の秘密。柴犬の尻尾は小さくて巻いていることが多いですが、それにも秘密があります。彼らの尻尾はバランスを取るためや感情を表現するために使われています。嬉しい時には尻尾を振り、警戒している時には尻尾を巻いています。例えば飼い主が帰宅した時に尻尾をブンブン振りながら出迎える姿はまるで、おかえり、待ってたよ、と言っているかのようです。また、知らない人や動物に対して警戒するときは、くるりと巻かれた尻尾が緊張感を表しています。散歩中に他の犬と出会った時の反応や飼い主と遊んでいる時の尻尾の動きも観察してみると、それぞれの状況に応じた柴犬の気持ちがよくわかります。柴犬の尻尾はバランスを取るためにも重要です。急な方向転換やジャンプをするときに尻尾を使って体のバランスを保つことができます。例えば、走っている途中で急に方向を変えるときや、障害物を飛び越えるときに尻尾がしっかりと機能しているのがわかります。でも実際、その小さな尻尾が、君、そんな小さい尻尾で何を表現してるのって思うほどです。尻尾を振る姿は微笑ましくて、自然と笑みがこぼれます。彼らの尻尾は、感情のバロメーターのようで、毎日の変化が楽しみになりますね。そんな尻尾がまた可愛いんですよね。柴犬の尻尾を見るたびに、その愛らしさに胸がキュンとします。抜け毛の嵐。柴犬は非常に毛が抜けやすく、飼い主は常に掃除が必要です。彼らの毛は二重構造で、季節ごとに大量に抜けます。ソファや床は常に毛だらけで、掃除機が手放せません。春と秋の外劇には、さらに抜け毛が増え、家の中が柴犬の毛で覆われます。毎日のブラッシングが欠かせず、時には一度に袋いっぱいの毛が取れることもあります。それでも、ふわふわの毛を見ていると、なんだか和んでしまいますよね。特に春の外劇は、古い冬毛が抜けて新しい夏毛に生え変わるため、ブラッシングを怠ると家中が毛だらけになります。柴犬の毛は非常に柔らかくて手触りが良いのも特徴です。抜け毛が多い時期でも、その毛の手触りに癒されることがあります。ブラッシングをしていると、彼らも気持ちよさそうにしてくれるので、飼い主とのスキンシップの時間としても大切なひとときです。でも実際、その抜け毛の量が、君、どんだけ毛を持ってるんだって思うほどです。飼い主にとっては掃除の負担が増えますが、その手間をかける価値があるほど柴犬の魅力は計り知れません。毛が抜けるたびに、またかは危機かと思いながらも、そんな彼らの姿を愛おしく思ってしまいます。抜け毛の多さに驚かされる毎日ですが、その度に柴犬の存在を感じられるのもまた一興です。表情豊かな顔。柴犬の顔は、まるで人間のように表情豊かで、見る者を魅了します。その大きな目と口元が、様々な感情を伝えるからです。柴犬は、嬉しい時にはにっこりと笑い、怒った時にはしかめっ面を見せます。驚いた時のびっくりした顔は、まるでアニメキャラクターのようです。特におやつをもらう時の期待に満ちた目や遊んでいる時の楽しそうな顔は、一緒にいるだけでこちらまで幸せな気分にさせてくれます。また、柴犬はとても表情豊かなので、彼らの顔を見ているだけで、どんな気持ちなのかがよくわかります。柴犬の表情の中でも特に印象的なのは、その笑顔です。口角が上がり、目が細くなって微笑む姿は、本当に幸せそうに見えます。何か楽しいことがあると、まるで本当に笑っているかのような表情を見せるので、見ているこちらまで嬉しくなります。逆に、叱られた時や不安な時には、眉間にシワを寄せて困ったような顔をします。そのギャップがまた愛おしいんですよね。でも実際、このとぼけた顔がたまらなく愛らしいんですよね。まるで何も考えてないけど何か文句あるって感じで、その無邪気さがたまりません。柴犬の表情を見ていると、毎日が楽しく、彼らの純粋な心に触れることができるのが幸せです。彼らの顔を見るだけで、その日の気分や体調がわかるので、ますます愛着が湧いてきます。小さな体でビッグな吠え声。柴犬の体は小さくても、その吠え声は非常に力強いです。これは、彼らの縄張り意識の強さから来ています。家の前を通る人や動物に対して、大きな声で吠えて警戒心を示します。まるで自分が家の守護神かのように、誰も彼らの縄張りに入れさせません。特に郵便配達員や宅配業者が来ると、必死に知らせようとする姿は微笑ましいものです。まるで僕が家を守っているんだ、と誇らしげに吠えています。家の中では、ちょっとした物音にも敏感に反応し、大きな声で吠えて飼い主に知らせることがあります。また、柴犬の吠え声は他の犬たちに比べても特に大きく、力強いものがあります。小さな体からは想像もつかないような大きな声を出すので、初めて聞いた人は驚くことも多いでしょう。特に夜間の警戒声は、近所迷惑にならないように気をつける必要がありますが、
その警戒心の強さが彼らの魅力の一つです。でも実際その小さな体から出る大きな声は君そんなに小さいのに何を守るつもりなのって思わず突っ込みたくなりますよね。彼らの忠実さと勇敢さが見える一面でもあり、その一生懸命な姿がさらに愛しさを増します。大きな吠え声を聞くたびに、今日も元気に守ってくれてるなと感じ、彼らの存在に感謝の気持ちが湧いてきます。ずる賢い食べ物泥棒。柴犬は食べ物に対して非常に執着心が強く、時にはずる賢く食べ物を盗むこともあります。彼らの嗅覚は非常に優れており、美味しそうな食べ物の匂いを逃しません。キッチンに置いてある食べ物にそっと近づき、気づかれないようにパッと盗みます。その姿はまるで忍者のようです。例えば、夕食の準備をしている時に、テーブルの上に置いたお肉を一瞬の隙をついて盗んでしまうことも、そんな時のあれ、なんでお肉がないんだという瞬間は、彼らの狡猾さに驚かされます。特に、見張りを立てていない時には、気づいたら食べ物が消えていることもしばしばです。柴犬は非常に頭が良いため、食べ物を盗む際の計画も緻密です。まず、周りの様子をじっくりと観察し、誰も見ていないことを確認すると、音を立てずに近づきます。そして、目標を素早く奪い去り、すぐに安全な場所へと運びます。その巧妙さには、思わず感心してしまいます。でも実際、あのずる賢い行動がバレた時の僕、何もしてないよ、って顔がまた可愛いんですよね。その無邪気な顔に、またやられた、と笑いながら許してしまう自分がいます。彼らの食いしん坊な一面も、柴犬の魅力の一つです。そんな彼らの姿を見ていると、ついつい甘やかしてしまいがちですが、その愛らしさに勝てるものはありません。子犬のような元気。柴犬は大人になっても、子犬のような元気さを失いません。彼らは非常に活動的で、運動が大好きです。朝から晩まで走り回り、散歩に行くときはまるで世界一幸せな犬のように見えます。公園では他の犬たちと元気に遊び回り、ボールを追いかけたりする姿がとても可愛らしいです。家の中でもおもちゃを加えて部屋中を駆け回るなど、そのエネルギーには驚かされます。また、飼い主との遊びの時間も大好きで、ボール投げや追いかけっこを一日中楽しむことができます。柴犬の元気さは飼い主にとっても運動の良いきっかけになります。毎日の散歩や遊びの時間は飼い主自身の健康にも良い影響を与えます。さらに彼らの元気な姿を見ることで飼い主も自然と活力をもらえるのです。でも実際その元気さが過ぎて時にはちょっと休んでくれよって思うこともありますが、それがまた憎めないんですよね。彼らの元気さは飼い主にとっても一緒に運動する良い機会となり、健康的な生活を送る助けにもなります。元気いっぱいの柴犬と過ごす毎日は笑いと楽しさで溢れています。大きな忠誠心、でも自由奔放。柴犬は非常に忠誠心が強いですが、同時に自由奔放な一面もあります。彼らは主人に対する愛情が深く、一度信頼を築くと非常に忠実です。飼い主が帰ってくると、喜びのあまり飛び跳ねて迎える姿は本当に愛おしいです。特に長い一日を終えて帰宅した時に尻尾を振りながら駆け寄ってくる姿は、一日の疲れを忘れさせてくれます。しかし、一方で自分の時間も大切にするため、時には自分だけの冒険に出かけてしまうこともあります。例えば、庭で自由に遊ばせていると、隙を見てフェンスを越えて外の世界へ冒険に出かけようとすることがあります。柴犬の忠誠心は、彼らの行動の随所に現れます。例えば、飼い主が病気で寝込んでいる時には、ずっとそばに寄り添って離れません。また、飼い主が悲しんでいる時には、慰めるかのようにそっと寄り添ってくれることもあります。その一途な愛情には、心が温まる思いです。でも実際、その自由奔放さから、時にはおいおい、どこ行くんだよ、って感じで予想外の行動をとるんですよね。でも、それもまた魅力の一つです。彼らの自由な精神と忠誠心のバランスが、柴犬を特別な存在にしています。自由奔放な一面も含めて、柴犬の全てが愛おしいのです。綺麗好きな太っちょ。柴犬は非常に綺麗好きで、自分の体を常に清潔に保ちます。彼らは猫のように自分を舐めて毛づくろいをします。泥んこ遊びをした後でも、しっかりと自分の体を舐めて綺麗にします。その姿はまるで小さな太っちょ猫のようです。特に雨の日の散歩後には、自分で泥を落とそうと一生懸命に体を舐める姿が見られます。そんな姿を見ると、彼らの自己管理能力の高さに感心させられます。彼らは水が苦手なため、お風呂の時間は少し苦労しますが、その後の自分での毛づくろいは見ていて愛らしいものです。柴犬は家の中でも常に清潔さを保とうとします。彼らは自分の寝床を整えたり、気になる汚れを見つけたらすぐに掃除するなど、ささやかな性格を持っています。そんな姿を見ていると、飼い主としても自然と家の中をきれいに保ちたくなります。
でも実際、その綺麗好きな姿が、時には君、そんなに舐めなくてもいいんじゃないって思うほどです。でも、そのこだわりがまた可愛いんですよね。彼らのささやかな毛づくろいを見ると、まるで小さな美容師が自分の身だしなみを整えているかのようで、微笑ましくなります。綺麗好きな性格も、柴犬の愛らしさを引き立てる要素の一つです。小さな大冒険家。柴犬は小さな体ながら、非常に好奇心旺盛で冒険心が強いです。彼らは新しい場所やものに興味津々で、常に探検しています。公園に行くとあちこちを嗅ぎ回り、何か面白いものを見つけると嬉しそうに報告します。例えば、新しい道を見つけた時や新しい友達に出会った時、その興奮した様子はまるで探検家そのものです。彼らの好奇心は止まることを知らず、毎日の散歩が新たな冒険となります。散歩中には地面に落ちているものを拾ったり、草むらに顔を突っ込んだりと常に新しい発見を求めています。柴犬の冒険心は家の中でも見られます。例えば、家具の隙間に何かが落ちていると、それを探し出すために必死になることもあります。また、新しいおもちゃを与えると、すぐにそれを探検し始め、どのように遊ぶのが一番楽しいかを見つけ出します。その探求心旺盛な姿勢が、見ていて飽きることがありません。でも実際、その冒険心が過ぎて、時にはそこは行っちゃダメだよ、って危険な場所に行こうとするんです。でも、それがまた勇敢で可愛いんですよね。彼らの冒険心が日々の生活に刺激を与えてくれるのも飼い主としては嬉しいポイントです。冒険心旺盛な柴犬と過ごす日々は毎日が新しい発見と驚きに満ちています。寒さに強いが暑さに弱い。柴犬は寒さに強いですが暑さには非常に弱いです。彼らは二重毛で覆われており、寒い環境に適応しています。冬の散歩では元気いっぱいですが、夏になるとバテバテで日陰から動かなくなります。冬の寒い日でも雪の中を駆け回る姿はまるで北極の犬のようです。しかし、夏の日差しの中では、冷たいタイルの上でお腹を冷やしながら横たわっている姿が見られます。特に暑い日の散歩では、水をたっぷりと飲み、涼しい場所を求めてさまようことが多いです。柴犬は暑さに弱いため、夏場の飼育には特に注意が必要です。直射日光を避けるための日陰を確保したり、冷たい水を常に用意しておくことが大切です。また、エアコンを使って室温を適切に保つことも重要です。彼らのために冷却マットを用意したり、水浴びをさせたりすることも有効です。でも実際、その暑さに弱い姿が、君、夏は本当にダメだねと思わず笑ってしまいます。でも、そんな姿もまた可愛いんですよね。暑さに弱い彼らのために、涼しい場所を探してあげるのも飼い主の楽しみの一つです。暑さに負けず、元気に過ごしてもらうための工夫が、飼い主としての喜びでもあります。以上が今回の柴犬の解説でした。これからも可愛くてどこか憎めない生き物たちを紹介していきますので、感想コメントやいいねをしていただけると励みになります。チャンネル登録してお待ちください。それでは、また次回お会いしましょう。